車中泊はね、山奥がいいよね。お、すごいやん。キュッて踏ん張れ。あおかえり。虹屋さんから冷凍のうどんがいっぱい来たよ。キャラバンで使ってたパシフィクールさんをね、今家のセカンド冷蔵庫として2025年も1年間ありがとうございました。また来年も来店もお待ちしております。店で食べた方がさらにうまいんだろうね。スーパーミラクルクリスマスプレゼントだよ。うどん屋さんのこだわりの具材が昆布、そしてお出汁、ありがたくいただきます。完全手打ちうどん。もちもち。でこれもつけてくれて、これご飯にも合うね。カツオ。新品の去年北海道で滑った後に買って、それからまだ1回も使ってないんだ。 VRX3。今ちょうどこれが放っとくとここが上がっちゃうから、はいはいはい。で押さえとくやつ。結構大事なやつじゃない？それ雪かき道具じゃないよ、ちなみに。窓洗うようにカオス。スキー場がまだあんま空いてないから、ちょうどいいところないのかい？奥さ台が空いてる。俺あとさ、ブラシどこだ？あ、分かって分かって。スタップラダー去年買ったんだけど、なんかどっか行っちゃったから代わりに今さりげなく出た方がいいってこういう時。ああ、そう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 。あんまお別れのセレモニーすると、グルちゃんもね寂しくなっちゃうから。あ、靴履き忘れた。暖房軽くつけてわ。25度静かでいいんだよ。エブリちゃんに雪山行きます。新品スタッドレス初滑りに行こうと思ってて、あとその前にちょっと行きたいところもあったりして、最強の寝袋 FF ヒーターに灯油が7分入り、サブバッテリーはほぼ満タン。こういうかさばる服は後ろにかけて、これ持ってく？2人の時結構持ってかないじゃん。で、確かに。まあ、一旦持ってくか。最悪だって前にも置けばいいもん。ただね、チッピング塗装してみた、スプレーで。狭山のこっち側食堂があるんですよ。そしてうどんが食えるんですよ。完売御礼だ。いただきます。ちょっと最近高タンパクを意識してる。なんと海子が初めてスキーに挑戦するかも。行ってみようかなと思って。とりあえずレンタルでね、道具は、今まだ12月の上旬だからオープンしてるスキー場だいぶ少ないんだけど、川場スキー場が空いてるっぽいんで、その辺に行ってみる。4000。
4350円。全然雪ないじゃん。沼田のスーパーにクマが出たとかのニュースがあるから。怖いよね。川場の焼津とかも結構怖いから。あ、後ろ下がってた。あ、誰もいない。もう夕飯はさっきサービスエリア済ましてきて、暗いうちに匂い出るようなことはやらないようにして、もう着いたら寝るだけ。そうだね。で朝は注意しながら朝飯食べるっていう作戦で、極力車の外に出ないようにしよう。そうだね。トイレ以外。出る時には音を出して周囲を確認してきて。でもどうだろうね、スーパーにさクマが来るぐらいだから音なんてどうでもよくなってんじゃないかな、クマからしたら。記録的などんぐりの不作らしくって、クマの食べ物がないんだって、山に。雪がないこの辺りってちょっと新鮮。めっちゃ寒いね。10度切ってるなこれ。800円。なんかキャラみたいのが。あ、それいいじゃん。バイバイ。ちょいちょい雪ある。うん。あ、ほらそこにも。でも積もってはね。こっちの方来てなんかさっき外出てやっぱ全然寒さ違うなと思った。多分この感じだとちょっと雪あるかもね。八重城行く道。かもね。あと温泉10時までやってるのはね、助かりました。助かりました。望郷が9時までで、多分ギリアウトだったでしょ。俺らギリアウトだった。うわー、すごいすごい。もしかしたら入れない可能性もあるね。あるね、これね。結構だね。もっさりしてるよ。若干不安になってきた。行ってみるまでわからない。あ、行けんじゃん。わだちあんじゃん。あ、わだちある。なんかこれ氷っぽい。これ行った形跡あるよ。あるね、あるね。これ行けるわ。へえ。なんか砂利で絶対誰も来ないって思ってたんだけど。これもしかしているかもよ、人が。いるかもね。おお。ゴリ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 。下の反射板。あ、目かと思う。ローギアでゆっくり行くわ。動物の足跡だよ。これウサギの足跡。うさちゃん。うさ。小学校の頃ウサギ飼ってた。可愛かった。合流したい。ウサギと合流したい。ウサギと合流。あ、そっか。足跡見ればさ、クマがいたかどうかわかるじゃん。あ、確かに。なんかウサギはすごいいっぱいあるの。こっちにも。これウサギだね。結構動物の足跡が残ってたね。ちょっとクマっぽいのあったよね。あった。ちょっと大きめのがあって怖い。このわだちが結構広いんだよね。めっちゃわだち。あ、貸し切りでーす。車いない。あ、U ターンして帰ったら。 U ターンして帰ったっぽいね。ちょっと外に出てみた人間の足跡があります。結構もう降ってませんか？雪が硬いこれ。ガリガリ。でもこの辺のど真ん中で寝る？うん。ちょっと真っ黒でよくわかんないけど、川場野営場のど真ん中でここで寝ます今日。こっちの方もあるけど、ちょっとどんな感じかわからんので明るくなるまで待ちます。使わない荷物前に置いて座椅子を展開できると、やっぱね結構大変だよ。これも全部テーブルに乗せるから、結局ね中で完結はきついね。軽バンで2人だと誰かが外出て外からこの荷物を移したりしないと。若干最近2人で軽バンは俺ちょっと窮屈を感じてる。お疲れっす。あった。乾杯。あ、こぼれた。反応してるよ。明日朝5時からリバプール対インテルがあるんだけど、県外だから見れねえわ。
ワークマンバージョンのウルトラライトダウンとワークマンのこの途中までダウンのやつ。あーはいはい、海子はこの下ダウン。え、これ何 GU。 自由の室内は14度だからまああったかいね。寒くなるんか。朝方は多分10度は切るだろうね。いやでも私この寝袋あればまだ大丈夫なんじゃない。我々の持っている最強のブルックリンアウトドアカンパニー 800AFP の 750G のホワイトダックダウンのブルックリンニューヨークだ。マイナス8なんだマイナス10度までコンフォートじゃなかった。限界温度がマイナス20度ぐらい。北海道の陸別マイナス28度でも実績のある寝袋です。FF ヒーターつけっぱだけどね、そうだね。基本的にあそこはやっぱね、車中泊はね山奥がいいよね。できれば静かでね。もう誰もいないとこ。クマがいるかもしれないのがちょっと怖いけど、人はいないけど熊。今年は異常だよね。こんなニュースになっててね。ごめんなさい。おやすみ。スキーに挑戦しますか明日は。だって海子さっき今日さ横浜いたんだけど、紫スポーツでウェアの下を買ったんで、おやすみなさい。よいしょ。おはようございます。5時42分。5度ですね。顔が冷たくね。なんか海子がガチャガチャやってると思ったらヒーターをつけようとしてこれやってたね。異常なし。あ、靴が凍った。ヒーターつけること考えてなくてあれだったんだけど、これを前に出さないとこういうことですね。一応ヒーター中からでもつけられるけど、うわ星めっちゃ綺麗。星めっちゃ綺麗。鳥はね給油してあるんで、いつの間にか温度表示に変わった。あ、私ガチャガチャして。25度設定とかにして25度設定。閉めるよ。久しぶりだね、こんな寒いの。忘れてたね。毎年忘れるからこの寒さ。わかる。あったかいね。枕元にこいつがいるんだけど、どうやってたっけ。上向けてたんだっけ。上向けたり、熱くなりすぎたら向こう向けたり。ああ、ああ、なるほどね。ああ、それいいじゃない。頭より上にすればなんか直撃はしないね。ドア開けてたら4度まで下がった。外氷点下でしょ。凍ってたもんだって、あれが靴が。やっぱ寒かったよね、かなり。寒かった。ちょっとさ、寒さ忘れててさ。結構朝方にさガッサガス動いてたやん、由美子さん。ちょっと寒さ舐めてたね。俺も顔面がさバキバキに冷えてさ、耳とか冷えて、もう朝起きちゃったもん、未明に。あ、ちなみにこのタオル乾いた？乾いたね。これそれ FF ヒーターのいい点はね、スキーウェアとか濡れた状態で干しといてもね乾くんだよね、 FF ヒーターって。ありがたいよな。やっぱり空間がすっきりするから、絶対しまった方がいいんだけど、絶対しまった方がいいなと。
やっぱここのところはちょっと冷気がある車。やっぱこのねこの奇跡的なタンスの弦のマットレスなんだけど2個並べてちょうどビッタビタにねここがはまるから。こっちも見ます。こっちも密着してるからビタビタなんだよね本当に。ほらこの状これ況。エブリーのためのマットレスのようなもんだよね。タンスのゲンさんが測って作ってくれたのがじゃでこれ相当マシな方でこの冷気あだと思う。でここが開いてたら下からガンガン入ってくるんだよ、ステップのところとかからねそう入ってきそうだ。後ろ側はビタビタでしょ、前前側もビタビタなんだよすごい。エブリィで車中泊をお考えの方はぜひっていや感じのもうほん商と、品ですね。案件でもなんでもないんでなんでもない。座椅子にもなるしベッドにも、もう理想中の理想。これ探してた。リバプールの勝敗はまだ電波ないから分かんない。そんな後から見ても勝敗は変わらん。あれが我々のおトイレです。3時間ぐらいヒーターつけてるけど 1% しか減ってないよバッテリー。 FF ヒーターはね冬の最強の暖房。あれなんか押した？エラーで止まった。なんだろう、気になるな。褒めた瞬間にエラー出やがった。EQ はちょっとまだここ電波なくてさ調べらんねんで。これいいねって言った瞬間に止まったからね。意思持ってんじゃないこのヒーターさ。最強にしとくか、ちなみにこれ一回今年の春ぐらいにつかなくなって、なんだろうってやったらプラグが原因でプラグ交換したら治ったんだよね。多分ねタイマーの設定とかあるんだよ。使いこなせてない。なんてこれプロトタイプ品だから。来た。卵、チーこんなもんかな。それはいらん。エブリィでよく使う調理家電は、炊飯器は今は使わないけど、炊飯器除くとホットサンドメーカーとケトルがあるんだけど、これ合わせると 1000W 超えるのよ。そうだよね。でね、今エブリィに積んでるインバーターは 1000W なんよ。だからこれ同時に使えないんですよ。ギリ頑張れば使えるんだけど、キャパオーバー気味になるんよ、ケーブルがね。怪しい。危ないんよ、これ同時に使うと。これで今 2000W を検討中です。ついでにバッテリーも最新にアップデートしようかと検討中。リチウムイオンバッテリーってね、どんどん小型化して容量が上がってるんだよ、年々。チャット GPT に、筋トレと体重の増量のメニューをね作ってもらったらね、朝に卵2個くれって言われたから、毎日卵1個だったんだけど2個に増量してる。なんかこの卵3個入りだったから1人今日は 1.5 個1.5個分ずつで。人生初スキーする。ウィンタースポーツはその場だけやったことがあったんよ。初挑戦の日が猛吹雪で全然楽しくなかったっていう思い出があって、しかもなんかそのスノボのね足がすごい固定されてる感じがなんかすごく苦手だったのね。
それでなんかウィンタースポーツもその後手が出なくなっちゃってずっとやってませんでした。あ、そうそう、スキーなら両足離れてるからスノボとまた違うんじゃないかと思って昨日ふと思った。しかも今日天気いいよ。そうそれでよしやってみるかって感じで。スキーヤー。あ、そうそう、スキーヤーだから今日からインバーターオンしてなかった。エルビ床面いっぱいにやってるからインバーターはね下にあるんだけど手を突っ込む穴だけそこにあってそこから手を突っ込んでインバーターオンにする。それを気づかずに作っちゃって、ドア開けないとインバーターオンにできなかったよ最初。そう最初そういうこらクソ仕様だな。慌ててあれ帰ってからインバーターの穴突っ込む穴手突っ込む穴作ったの。コメントでね、いやその仕様はそのままにしてほしかったそんな来てた。それが逆にいいみたいな不都合な間取りの家みたいな。何かがおかしい。牛乳500ミリはだいたい1回で飲み終わっちゃう。このとこはさ牛乳ガブ飲みしたら俺も腹壊すよ。ダメじゃん。筋トレした後に牛乳にプロテイン入れてガブ飲みすると結構夕飯の時に腹壊すの。それはやめた方がいい。なんか最近豆乳派になってる。でもプロテインってガブ飲みするんだ。プロテインってガブ飲みでしょ。誰もいないっていう状況が好きでさ俺。わかる。誰のんびりできる。誰もいないところを探してしまう。だからそのためにわざわざ細い山道に登ってきたんだから。カーキャンパイしようぜ。これ見て。あ、すごいね。カーキャンパイ。キャンパイ。先週ベトナムに行ってまいりまして、極上のベトナムコーヒー買ってきたから、これを入れるんだ。ダイソーのこの無漂白フィルターで。そうか、プラスチックのあれがいらない。あれがいらなくて、丸ごとっぽいだから。水自体がもうその受け止め役でもあるわけ。そうプラスチックのやつ使うにしても内側の紙はどうせっぽいじゃん。それだったらもう丸ごとっぽいのこれの方がね、車中泊ではだいぶ助かる。家でもこれ使ってる。ベトナムコーヒーがハマっちゃって、すごいいい香り。なんかあとね、なんかココアのようなバニラの味はしない。ココナッツ香料とかフレーバーとか入ってるやつがあるんだけど、これはコーヒー 100% でそういう風味出してるんよ。チョコレートみたいな香りがするような気がする。チョコにでもベトナムコーヒーってなんかそういうものって言われてるんだよ。買っていいこれ。あ、少ない。こんだけしか入ってない。少な。まあいいや。めっちゃ静かだ外。そこだけ切り取ってみるとね、なんか週末世界に来たみたいに見える。ちなみにトイレはこんな感じです。ちょっとモザイクかけた方がいいかな。トイレはね、ちょっとモザイクかけて。水道は出ません。もう蛇口が取っ払ってある。昨日村スポで買ったスキーグッズ。ここで耳に引っ掛けるの。そうそう、でずれ落ちない。 99.9% UV カットだ。そう。サイズちょうどいいじゃん。上はワークマン。あ、電気。待って。これやばいわ。
完全にこれツルッツルの氷だわ。古い雪でガチガチに固まってるから一番滑るやつかもしれない。あれ怪しいね、あの足跡。ちょっと熊っぽいね。でかいよ結構この足跡。いや入らない。丸っこいんだよね。そしてでかいってこの足跡。これ熊だ。人間じゃない。人間だったらもっと細長いもん。スキー場行こう。そう、松尾師匠。こっちゃんかわいい。かわいい。こっち見とるし。やば。行き車より帰り車のが多い。多いね。あ、ここはクー。あ、やべ、上マンダ。ああ、華麗なる U ターン。いや、いい天気だね。天気いい。私が初めてスノボをした人は大違いで。本日無料。そんなことがあんの？サーフィンするなら絶対スノボ好きだよ、超楽しいよみたいな感じでいろんな人からめっちゃ言われて、で行って全然楽しめなかったんよ。だから結構そのショックも大きくて、なんかもうあーってなっちゃったんだけど。ぐっちゃぐちゃな波で初めてサーフィンするようなもんで、スタッドレスの毛のボコボコがねバンパに当たってるんで。あ、更衣室とかあんじゃん。すごい、なんか駐車場のトイレにドライヤーがついてる。更衣室、あ、シャワー室もあんだ。失礼します。で入りたい。浴室とか行って。すげえ、シャワー浴びれんじゃん。これは今日スキー場ガラガラだな。天気は最高。ドライヤーとかあってさ、あったあった。シャワーもあったの。シャワーもあった。あった。更衣室の中、結構あったかい。暖房効いてる。最悪そこでシャワー浴びてもいいよなとか思っちゃうよ。出陣。滑る。いいね。あ、7階がチケットカウンター受付。7階だな。8階がレストラン。このタンドールで食べたんじゃない前。インドタな。ンドール食べたかもしれない。レンタルも7階かね。牛タンとハンバーグ。ここにしよっか。ユッケ丼とかにしよっかな。なんとリバプールインテルに勝ってた。やったやん。見たら負けるっていうジンクスはそれはない。ないよ。だって最近だって超負けまくってるもんね。見ても見なくても負けてたから。光がのせ。貝かけ温泉ってどんな温泉なの？行こうとしてしまったよ。ユッケ丼つついて食べれる。あれでも空いてた方だよ全然。なんかね、想像できた。普段のスキー場って、あれがもうブワーっていっぱいになって人だかりになってる感じ。注文どころも並んでるみたいな。なんとペットシッターさんから連絡が来て、ぐーちゃんがネズミ仕留めたらしい。必要事項に記入するだけ。記入して決済してカウンターに行く。ここから登山するパターンもある。最近のレンタルは進化してるね。入力と決済までスマホでできちゃう。人がいない。人がいない。BGM 引っかかりそう。バックルを全部外して、このマジックテープを、あ、これを外しでこれをガッて開いて入れるの。そうそう。すごいなんか頑丈。一旦じゃあこれとか直角よりちょっと下になるぐらい。直角より下。いいかもね。それにしよう。緩く。緩めにと。海子が借りた板はフォルクルのカービング用の板だね。短め。
そうこれ最初にしては確かに使いやすいと思一応ね、なんかね、初級者って入れたう。うん。情報に。重さはそこそこ重いけどね。これ履いて歩くの結構大変だぞ。あほんま最初ワークマンの手袋ね。マークマンってのこれ二重にしてます。これも実はワークマン。そう。こんななんか感じ。それっぽいからね。結構階段歩きにくいからゆっくり。うん、それが確実。ちょっと最初だからまだリフト券買わないで板の履き方とかからやるから。何もわかりません。まずその板を分離します。猫にまとまるんよ。こうなってるのがここで引っ掛ける。そうペンペンと置く。必ず下側から外す。つま先を突っ込んで、かかとで後ろ体重でガッて履く。そうそうそう。これ後ろ上がるじゃん。俺もう完全スキーや。完全スキーや。で次外し方ね。ここに脱ぐときはどっちから脱ぐの？脱ぐときは上側だから右足思いっきり押して、そうそれで外れる。板履いた状態で結構歩くんよスキーって。ボードみたいに外して歩かないから。オッケー。横歩き。これめっちゃ重要。手をずらして左へ。で反対向いて次逆やってみ。逆向いてこっち。そう板に慣れることが重要だから、履いた状態に逆ハの字、内側に膝クッてやると板がこうなるの。そう外側に踏ん張る感じ。こうでこう。そう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 。デビューしてるやん。さっきみたいに内側に蹴ってやって、それが基本姿勢になる。斜面で滑る時のブレーキかかってる状態、斜面に対して自分が直角になるように。止まる時も最初これで止まるがいい。かかとをガッて外側に押し出す。そうそうそれが超重要。最初はひたすらハの字。とりあえずちょっと滑ってみようか。力抜いて。これこけても大丈夫だから。そう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 。今止まった。そうそうそう、完璧です。もうできたわ。今日一番の急斜面。ここで板を履くんだけど、さっきの平地と違って板が流れないようにしないといけないんだけど、北側から履く。ブレーキがこれがあるじゃん。これが雪に引っかかるから、それ板が滑る心配はない。下側は履いたらこう加速も自分でやってみる。無理に立ち上がらないでこけんじゃん。このまま立つとこういっちゃうから、こけたら自分を軸にして板をこう平行にする。斜面に対して落ちないように。板重い。そこ頑張ってこう。そういい感じじゃないですか。一個ずつちゃんとできてるよ。基礎が一番重要だからね、スキーは。そう斜面だと結構履きにくいんよ。転ぶと板が外れるから履かないといけないシチュエーションは結構ある。向いてハの字を作る。前向いてハの字を作る。頑張れ。そうそうそうすると滑んないよ。お母さん、おーいった。オッケーオッケー。いや最初みんなそうなる。タラちゃんもすごかった最初。怖い怖い。タラちゃん。
タラちゃん。タラちゃんビビり散らかしてる。イエス。いけ。お、そこいける。あったかい。てか暑かった普通に。全身で踏ん張ってたからね。うん。何回もやってハの字が様になったから、今日の集大成。斜面で板履くのももうできるから。海子ハの字4本目ぐらいかな。踏ん張りながらね。そうそう。お、すごいやん。キュッて踏ん張れ。あ、でもいいでしょう。壊れてないよ。板外れただけ。初めて外れたね。ここでシャワー浴びちゃうか。ぐらい汗かいててさ。汗だく、無料シャワーあざーすってうめえ。ロー入らない。セカンド発信するしかなし。めっちゃスッキリした。いや、シャワーありがたすぎだ。シャワー天才すぎたね。初スキーやったね、ついに。ついにやった。今まで散々やってなかったのにね、ここに来てやるなんてすごい。やっぱまだ修行の段階でスキー楽しいってなってないけど、最後ちょっと滑れた時は楽しいかなって思った、またやりたい。今日は作戦をいろいろ考えた結果、明日秋山郷のね秘境の温泉にね入りたいんで、秋山郷に近づいてくんだ今日は。左大寺さん行きたかったんだけど、そう、左大寺行けなかったのちょっと残念。帰宅方向じゃなくてさらに北上する。沼田から新潟方面の高速に